こんにちは、中村熊正人です。今日は LSI に続き MPU、CPU の誕生の話をさせてもらいます。まず言葉が混同しちゃったあれなんで説明させてもらいますけど、 CPU ってセントラルプロセッシングユニットっていうコンピューターの中心部の構造体の話で、今までもいろんなものを組み合わせてそういったものを作ってたんですけれど、 MPU っていうのは LSI と同じように印刷でこの CPU の機能を一発でシリコンウェア上に作ろうって考え方が生まれてきたんですね。だから最初は MPU って呼んでたんですけど、今普段使う CPU は全部 MPU になっちゃったので、マイクロプロセッシングユニットになっちゃったんで、もう全部それになっちゃったんで、今 CPU って呼ばれるようになっちゃってる。でそれの誕生のお話をさせてもらいます。初めての CPU が何だったかっていうものに関しては多少意見が分かれるんですけど、私はここでは一番最初のはインテル4004、1971年、これを挙げさせてもらいます。これはなんとですね、この開発には日本人の島さんって方が深く関わっていて、この方ビジコンっていう会社に勤めてたんですけど、このビジコン社がカシオのその計算チップの開発を受け持ってたらしくですね、カシオとシャープが電卓の戦争をしている時にチップを少しでも安いものにしようということで、この島さんが当時のインテル社に送り込まれるんですね。インテル社にテッド・ホフさんというコンピューター学科学を専攻してきた社員の人と改良設計ができる人がいて、この3人が組になって初めてそのコンピューターの中心部自体をそのまま LSI にとして作っちゃえばいいんじゃないのって考え、着想を得てですね作り出したんですね。 CPU ってものが来たことによって、いわゆる後からプログラムして問題解決できる形に中身を変えることのできる LSI ができたと思ってください。 CPU が来る前は特定の問題を解くための専用の回路設計がされたものを LSI って呼んだんですけど、その LSI の中に後からプログラムを入れることで、この場合は計算処理、この場合は画像処理っていう形にその回路をいろいろな方向に使える形のものができたとお考えください。でその最初のパターンが4004。ただこれあまりにも原始的だったので、これはちょっとまだ CPU の最初とは言い切れないんじゃないかっていう人もいますが、もうみんな認めざるを得ない CPU の最初と言っていい機能を持ったのが、それから3年後インテルから8080っていうチップが出ます。この辺りからこれはいよいよコンピューターは本当にワンチップの中に入るんだねということを認識されます。1974年当時が日本でいうと孫さんとかビル・ゲイツとかスティーブン・ジョブスが大体20歳ぐらい、正確に19歳、要するに1955年前後に生まれた人がその後のコンピューター革命で大活躍をする人が何人も出てきます。なんでそうなのかというと、このインテル8080が出た頃に20歳前後、一番感受性が豊かでいろいろ動ける時にこの凄さに気がついた人が次の一手を目指して、ビル・ゲイツなんかの場合だと大学中退してプログラムを作ってソフトウェア会社を作ってって形の流れになります。これによって先ほどの動画とつながりますけれど、性能さえ上がればどんな情報処理もできる、性能さえ上がれば人工知能もできる。ただ本当にそんなに性能上がるのって言われてたものが、もうこの技術をずっと進歩させていけば十分この延長線上にそれができるっていうものが見え始めました。でもここからはもうひたすら技術開発競争なんで、いろいろ細かい開発はあったでしょうけど、基本的にはトランジスタの数が増えて、クロック周波数っていう1回に計算できる数が増えて、それをひたすら繰り返してます。で結局現代何が起きたかっていうと、今事例としてインテル Core i5-8600 っていうのを挙げますけど、この場合はコア数が6、スレッド数が、これは1個の CPU の中に1個のコンピューターと見なしていいものが6個入ってるんですね。で6個のソフトウェアの最小単位といえるものを同時に発射らせることができます。で定格クロック周波数が 3.1GHz。ギガヘルツっていうのは10億回を1回に処理できることなんで、 3.1 ってことはなんと31億回、1回1回は簡単な計算ですけど31億回計算繰り返せます。で最大クロック周波数ブーストをかけた時は 4.3GHz、 43億回計算ができますね。でこれによって何が起きたかっていうと、最初の方で撮った動画で言いましたけど、チューリングが夢を見た人工知能が実現できるようになってきた。いよいよ60年70年の時を経て、でクロード・シャノンが言ってた通り、動画処理も含めて全ての情報の処理がこの01の組み合わせ2進数でできるようになってきた。それが実現可能になってきたということです。
CPU に関して皆さんに知っておいてもらいたいことは、もともとコンピューターってここまですごいことができるはずだって理論はあったんですけれど、どうやってそれを実現するのって分かんない時代がありました。だから CPU ってものが来たおかげで、最初は MPU って言われてましたけど、コンピューターのセントラルプロセスユニットも LSI と同じように印刷するかのように回路を作れるようになったってことで、初めてコンピューターの理論に基づいたどんどん成長させていく現実的な方が見えるようになってきたんですね。その通りに、もともとは半導体技術者とかコンピューターエンジニアが頑張ってたものが進歩してきて、で今や回路幅が分子とか原子の構造に迫るぐらいまで細かいものになってきて、人工知能とかいろんなことが活かせるようになってて、改めてすごいのはアラン・チューリングとかクロード・シャノンとかほんの今なんですね。彼は技術的にここまで来ることが見通せなかった時代に理論的なものを出してたと。あたかも頭の中に想像してたかのように。そしてそれが CPU によって実際に現実のものになってくれる現代に私たちは生きています。今日この動画撮ってるのも、今の人たちはできることはわかるけど、なんで今こんなことができてるのかってことがわからない。そこ感性のいい人はなんでだろうとちょっと思ってるかもしれないんで、昔からいる人間として簡単な解説をさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。次回はインターネット革命についてお話しさせていただきます。ありがとうございます。